マイの日本語ポッドキャスト。こんにちは。マイの日本語ポッドキャストへようこそ。マイです。皆さんお元気でお過ごしでしょうか？私は元気です。はい。私、先月日本に一時帰国したじゃないですか。そう、一時帰国したんですよ。で、その時にね、東京の柴又っていう場所に行ってきました。皆さん、柴又知っていますかね？柴又は東京にある下町ですね。で、この下町っていうのがどういうところかっていうと、昔ながらの街並みとか、あとは人との距離が近い、温かい雰囲気が残った地域のことを下町と言います。で、柴又は日本の有名な映画で男はつらいよっていう作品があるんですけど、その映画の舞台としても知られています。で、主人公が寅さんっていう男性なんですけど、その寅さんの故郷が柴又っていう設定なんですよね。そう。だから、柴又駅の近くには寅さんの銅像とかもあります。で、駅から歩いていくと、昔ながらのお店が並ぶ商店街があって、で、そこにね、おせんべいとかお団子が売っているお店とかがね、ずらーっと並んでるんですよ。うん。で、もう本当にいろんなお店があるので、歩いてるだけでもすごく楽しい商店街なんですね。うん、で、柴又は東京なんですけど、なんか東京にいるんだけど、どこか懐かしい感じと言いますか、昔の日本に来たような、すごく懐かしい雰囲気がある、そんな場所ですね。で、その柴又駅の近くに駄菓子屋さんがあるんですけど、そこでね、久しぶりに駄菓子を買いました。で、この駄菓子っていうのが何かっていうと、子供でも自分のお小遣いで買えるような、安くて小さいお菓子のことを駄菓子と言います。で、子供の頃に、よく食べていたその駄菓子がね、もうずらーって並んでるんですよ。だからそれを見てね、なんかすごく懐かしい気持ちになりましたね。はい。ということで、今日はですね、私が、子供の頃に好きだった駄菓子、思い出の駄菓子についてお話ししていきたいなと思います。なので、ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。そしてこのマイの日本語ポッドキャストではメンバーシップもやっています。興味がある方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。はい。じゃあまず最初の駄菓子はポテトフライです。そう、ポテトフライ。このポテトフライって聞くと、細長いフライドポテトをイメージする人も多いかなって思うんですけど、これはね、フライドポテトではなくって、スナック菓子ですね。うん。で、見た目は丸くって平べったい形をしたスナック菓子なんですけど、普通のポテトチップスのように、薄く切ったじゃがいもを揚げているみたいな、そういった、お菓子ではありません。原材料には小麦粉とかじゃがいもが使われていて、あのね、サクサク、パリパリした、そういった食感を楽しめるお菓子ですね。今はフライドチキン味、それからじゃが塩バター味、カルビ焼きの味、この3種類が販売されていて、1袋に4枚入っています。で、中でも特に有名なのがフライドチキン味ですね。このフライドチキン味は、えー揚げたてのチキンのような香りがするんですけど、そこにガーリックとかジンジャーみたいな、そういったスパイスが加えられていて、ちょっとね、
濃い味なんですよ。パンチがあるスナック菓子って言ったらいいのかな。うん。そう、結構ね、こうしっかりとした味がします。で、私はいつもこのフライドチキン味を買っていましたね。うん。だから、他の味は食べたことがありません。そう。でも他の味は、じゃが塩バター味は、ふかしたじゃがいもにバターとお塩を加えたような、まろやかで食べやすい味みたいですね。で、カルビ焼きの味は、焼肉のような香ばしさと、あとは牛肉の旨味にスパイスが加わったっていう、そういった味だそうです。このお菓子はね、1袋に4枚しか入ってないので、量的にはちょっと少ないなって思うんですけど、でもやっぱ駄菓子だからね、多分4枚くらいがちょうどいい量なのかなとも思いますね。うん。でも、私はその4枚がね、もう全然足りなくて。そう。だから、このお菓子を買うときはいっつも2袋買ってました。だからね、8枚食べてましたね、いつも。そう。で、なんか、このお菓子って、すごく味はしっかりしてるんだけど、軽い食感だから、1枚食べると、あ、もう1枚、もう1枚って、こうどん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 食べちゃうんですよ。そう。だから、2袋もね、ペロッと食べちゃっていましたね。うん、そう。もうあっという間になくなっちゃう。そう。だからなんかこのお菓子は、そういうちょっと1枚食べたら止まらないっていうのも魅力かなって思いますね。次の駄菓子はモロッコヨーグルです。はい。このお菓子の正しい名前はモロッコフルーツヨーグルって言います。これヨーグルトではなくてヨーグルって言うんですね。でもね、私これずーっと小さい頃からモロッコヨーグルトだと思ってたんですよ。そう。だからずっとモロッコヨーグルト、モロッコヨーグルトって言ってたんですけど、正しくはヨーグルでしたね。そう。で、このお菓子は小さなカップの中に白いクリームのようなお菓子が入っています。で、カップにはゾウさんの絵が描かれている、カラフルな蓋がね、ついてるんですね。で、この蓋は青とか黄色、あとピンクとか、いろんな色の、蓋があるんですけど、でも中身の味は全部一緒です。はい。で、この、モロッコヨーグル食べるときに、小さい木のスプーンがね、一緒についてくるんですよ。で、その木のスプーンで、そのクリームを作って食べるんですね。で、味は、甘くって、ちょっと酸味があります。で、ヨーグルトに似た爽やかな味なんですけど、食感は普通のヨーグルトとはかなり違いますね。少しふわっとしたバタークリームのような、そんな食感ですね。うん、ちょっと不思議な感じがします。そう。なんかね、この食感と、あとこの味の酸味っていうのかな、そう、酸味がすごく癖になるんですよ。で、一つが本当に小さいので、ちょっとずつ食べていてもすぐなくなっちゃうんですよね。そう、だから子供の時は、あ、もっと大きいサイズがあったらいいのになって思いながらいつも食べてました。で、このカップの中に、こうクリームがちょっと残るんですよ。で、その残ったクリームを木のスプーンでこうやってきれいにすくって、いっつもね、もうクリームが残らないぐらいきれいに食べていましたね。で、このモロッコヨーグルのファンも結構いて、こうパンにたっぷり塗って食べたいっていうファンもね、結構多かったんですね。で、そのファンの要望に応えて、通常の約10倍のサイズのジャンボヨーグルっていうのも販売しているそうなんですよ。さすがにこのジャンボヨーグルは私食べたことないです。うん、さすがにでかすぎる。そう。で、このね、モロッコヨーグルは、味ももちろん好きなんですけど、この、やっぱりね、
なんて言ったらいいんだろうな。このモロッコヨーグル食べる時に木のスプーンがついてくるので、それで食べるじゃないですか。なんかその木のスプーンで食べるっていうのが、なんでかわからないんだけど、ちょっと特別感があったんですよね。そう。だから、それが、その特別感を味わいたくて、結構このモロッコヨーグル、いつも買っていましたね。うん。だから味も美味しいし、その食べるっていう、その食べること自体も楽しいみたいな、そういった駄菓子かなって思いますね。次は卵アイスです。はい、これはですね、名前の通り、卵のような丸い形をしたアイスですね。で、普通のアイスってカップに入っていたり、あとは棒についてたりするじゃないですか。でもね、この卵アイスはちょっと変わっていて、風船のような、薄いゴムの中に、バニラ味のアイスが入っているんですよね。そうで、商品によっては、バニラ味だけじゃなくって、チョコ味とかもあるみたいです。このアイスは地域とかメーカーによって呼び方がいろいろあるみたいで、卵アイス、風船アイス、ボンボンアイス、おっぱいアイス、恐竜の卵とかね、こういった感じでいろいろな名前で呼ばれています。で、食べるときは、ゴムの先の部分をまず最初にハサミでちょっと切ります。そうするとそこからアイスが出てくるんですね。で、ゴムの部分を押しながら出てきたアイスを吸うようにして食べるっていう感じですね。で、食べ始めはまだアイスが硬いから、押してもなかなか出てこないんですよ。だけど、ちょっとずつ溶けてくると、だんだんアイスがピューって、出てきますね。このアイスめっちゃ美味しいんですよ。美味しいんだけどね、ちょっと大変だなっていうのが、ゴムって元の形に戻ろうとする力があるじゃないですか。だから、アイスが柔らかくなってくると、こそのゴムの部分を押してなくても、どんどんアイスがね、出てきちゃうんですよね。そうで、特に最後の方になると、急にブシュってアイスが勢いよく飛び出してくることがあるんですよ。だから、こもういきなりアイスが口の中にブワって入ってきて、もう慌てて食べなきゃいけないみたいな、そういう時もあるんですよね。うん。で、タイミングを間違えちゃうと、もう最後のプシュって勢いよく出てくる時に、口の中がいっぱいになっちゃって、で、もう、あの、入りきらなくて、もう口からプシュってアイスが出ちゃうっていう、そういうことも、ありますね。そう、だから、この卵アイスって美味しいし、楽しいアイスなんだけど、最後まで綺麗に食べるのが意外と難しいアイスだなって思いますね。で、私が初めて卵アイスを食べた時のエピソードなんですけど、もう本当に今でも忘れられないんですけど、確かね、初めて食べたのが小学校3年生の時でした。で、その当時仲良かったなおっていう友達がいたんですね。で、なおがよく卵アイスを食べてたんですけど、おすすめしてもらったんですよ。卵アイスめっちゃ美味しいから、まいちゃんも食べてみなよって。で、その時なおと一緒に遊んでたんですけど、あ、じゃあ私も食べてみるって言って、なおと卵アイス買ったんですね。それで、それを、なおん家に行って食べたんですよ。で、「あ、美味しいね」って、「ほんとだ、すごい美味しい」なんて言いながらね、食べてたら、なおが、「あ、そうだ、まいちゃん、卵アイスって最後、ブワーって一気に、口の中にアイスが入ってくるから気をつけてね」
絶対に口から離さないでねって、ちゃんと口で受け止めてね、みたいな感じで言われたんですよ。それで、うん、わかったって言いながらも、え、一気にアイスが来るってどういう感じなんだろうみたいな。そう。経験したことがないから、なんかめっちゃすごい勢いでアイスが来るのかなみたいな、そういったことを想像しちゃったんですよ。そしたらすっごい怖くなっちゃって、で、もうどん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 ね、こう卵アイスがね、ちっちゃくなっていくじゃないですか。その時に怖い怖いみたいな。なおどうしようみたいな。どんな感じで来るの？怖いんだけどって言ったら、もうなおも、大丈夫大丈夫みたいな。一気に来るけど、あの、そんなに怖くないから心配しないでみたいな言われてたんですよ。で、わかったわかったって言って、もうずっとこう準備してたんですね。口にくわえて。で、もうこう、ぐわって来る時、なんか分かったんですよ。来るって思って、その瞬間、とっさに私、口から離しちゃったの。卵アイスを。そしたら、その卵アイスがピューってめっちゃ出てきて、その時、ナオンチのキッチンで食べてたんですけど、もうキッチンがもう、卵アイスまみれになっちゃって。で、なおも、うわーって、だから口から離さないでって言ったじゃんみたいな。で、私も、ごめんって言って、そう。で、もう結構ね、高いところまで飛んじゃってて、うわ、やっばって思ったんですよ。で、よりによってね、その時、なおの家が、家を建て直したばっかりで、もう新築だったんですよ。だから、キッチンとかも、もうほんと新築のめっちゃ綺麗なキッチンだったんですけど、そこに私、卵アイスぶちまけちゃったんですね。でも、終わった、最悪だと思って。で、もう2人で、もう拭き掃除ですよね。そう、卵アイスをきれいに拭かなきゃって。で、その時、ちょうど、そのナオの家族たちが仕事行ってたり、あとはお母さんも出かけていて、いなかったんですよ、誰も。だから、家族が帰ってくる前に、もう掃除しなきゃって言って、2人でもう雑巾でもこうやってキッチンをもう拭き掃除ですよね、2人で必死に。そう、そんなことがありましたね。懐かしい。もうあの時は、うわ、やっばってすっごい焦りましたけど、もう今思い返すとすごい笑える話ですね。そう、今でもそれがすっごい鮮明に残ってるんですよ。だからもうそこから私は、卵アイスは絶対に最後口から離しちゃいけないっていうのを学んで、そこからはもう絶対に何が何でも口で受け止めるって、そういう風にしていましたね。懐かしいです。次の駄菓子はよっちゃんイカです。はい。このよっちゃんイカの正式な商品名は、カットよっちゃんって言うんですけど、多分ね、よっちゃんイカっていう名前で覚えている人がほとんどなんじゃないかなって思います。で、この、よっちゃんイカは、イカと魚のすり身で作ったシートをこう食べやすい大きさにカットして、で、お酢で味付けをしたお菓子ですね。で、パッケージにはイカっぽい白い服を着たキャラクターが大きく描かれています。で、私はね、このキャラクターがずっとよっちゃんっていう名前なんだって思ってたんですよ。で、調べてみたんですけど、調べてみたらね、このキャラクターには特に名前はないみたいなんですよ。じゃあ、なんでよっちゃんイカって言うんだろうって気になったので、調べてみたら、よっちゃんイカっていう商品名、カットよっちゃん。
っていう商品名は、創業者の金井義雄さんが幼少の頃に呼ばれていたあだ名だそうです。そう。で、そこからそのよっちゃんを取ってカットよっちゃんっていう名前になったそうなんですね。で、袋を開けると、オレンジとか赤っぽい色をした小さいイカとか、あとは魚肉シートが入っていますね。で、形とか大きさがね、一つ一つ違うんですよ。そこもまたいいところだなって思いますね。そう。で、味はね、かなり酸っぱいです。うん。なので、一口食べると、お酢の味が口の中いっぱいに広がって、結構酸っぱいんですよね。うん。でも、これ、ただ酸っぱいだけじゃなくって、ちょっと甘みもあるので、すごく美味しい酸っぱさですね。うん。で、この甘酸っぱさと、あとはイカとか魚の旨味がこう合わさった、かなり独特な味かなと思います。はい。で、酸っぱいのが苦手な人が初めて食べるとちょっとびっくりしちゃうかもしれない。うん、それくらい結構酸っぱいお菓子かなと思いますね。よっちゃんイカには赤いものだけじゃなくって、カットよっちゃん白っていう白いタイプのイカもあります。で、この白いタイプは着色料を使わずに、作られていて、見た目は白とかちょっと薄いベージュっぽい、そういった色をしていますね。うん。で、基本的にはこの赤いタイプと同じような、同じですね。ほぼ同じ甘酸っぱい味がします。はい。で、私は、赤いよっちゃんイカよりも、この白い方を買うことが多かったですね。うん。だから、いつも白があれば、白を買っていました。白がない時は、赤いよっちゃんイカを買うっていう感じでしたね。で、食感は柔らかいだけじゃなくって、少し硬くて、しっかりと噛み応えがあるお菓子ですね。うん。で、イカの部分と魚肉シートの部分で食感も全然違うんですよ。だからその違う食感も楽しめるので、それもまたすごく魅力かなと思います。このよっちゃんイカは子供向けの駄菓子としてすごく有名なんですけど、でもこの酸っぱい味とイカの旨味がね、結構お酒にも合うんですよ。なので、お酒のおつまみとして食べる人も多いですね。私はね、独特な酸っぱさがすごく大好きですね。そう、なんか一口食べると、うわ、酸っぱってなるんですけど、でもなんかその酸っぱさが癖になるから、どんどん食べちゃう感じですね。うん。本当にこのよっちゃんイカもすごく美味しいです。なので、酸っぱいのが好きな人には、このよっちゃんイカおすすめですね。はい。で、このよっちゃんイカ、今はなくなっちゃったんですけど、私が小さい時は当たり付きだったんですよ。で、この袋の端っこの部分がね、黒くなっていて、で、あの、そこをこう開くとね、当たりか外れかっていうのが書かれていて、で、当たりが出たらもう一袋もらえるっていう、そういう当たり付きがあったんですね。で、それもまた楽しみで、いっぱい買ってましたね。だけど、ほとんど外れなんですよ。そう。ほとんど外れが出るんだけど、でもすごくたまに、ほんとたまに当たりが出るとね、もうそれがすっごい嬉しかったっていう、そう、そんな記憶も残ってますね。最後は豚麺です。はい、この豚麺は普通のカップラーメンを小さくしたようなミニサイズのカップラーメンですね。で、スナック菓子とはちょっと違うんですけど、駄菓子屋さんに、ほとんどの駄菓子屋さんに置かれているので、
駄菓子の一つとして子供たちから親しまれていますね。作り方は他の普通のカップラーメンと同じです。蓋を開けて、で、熱いお湯を注いで、で、3分待ってから食べるっていう、そう、本当に同じですね。で、でも、あの、サイズが本当にかなり小さいので、食事っていうよりかは、おやつにちょうどいい量です。一番有名なのは豚骨味です。で、この豚骨味は白っぽいスープで、結構ね、ちゃんと豚骨の旨味がありますね。で、すごい本当に小さいサイズでお菓子感覚なんですけど、クオリティは結構高いなって思います。はい。で、この豚骨味の他にも、醤油味、タン塩味、あとカレー味とかもありますね。うん。私は、いつも豚骨味を食べていました。だから他の味は食べたことないんだけど、この豚麺の豚骨味がね、もう本当に大好きで。よく小学生、中学生の時は食べてましたね。そう。で、私の地元、家の近くにね、駄菓子屋さんがあって、いつもそこに行ってたんですけど、その駄菓子屋さんで豚麺を買うと、おばちゃんが、その駄菓子屋さんのおばちゃんが、お湯を入れてくれるんですよ。うん。で、こう、豚麺を買うと、「え、食べてく？それとも持って帰る？」って聞かれるから、「食べていきます」って言うと、お湯入れて渡してくれるんですね。で、それをそのお店の前で友達と一緒に食べるっていうのが、もうこれが本当にもういい思い出ですね。ああ、懐かしいなって思います。そう。ただ、一回ね、私がのすごく納得いかないことがあったんですけど、その、友達と一緒にその駄菓子屋さんに行った時に、あの、そのおばちゃんがね、お湯入れてくれるじゃないですか。で、そのお湯がやっぱ熱いから、小さい子はダメ。やけどしちゃったら危ないからダメ。だから家に帰って、家で食べなさい。みたいな、ルールがあったんですよね。でも、何歳からオッケーですみたいな、そういう基準がなくって、もうおばちゃんが見た目で判断するっていう感じなんですよ。もうパッと見て、この子は小さい子供だから、あなたはダメ。うん、危ないから、みたいな。そう。それで、私が、小学生の時、結構周りの友達に比べて、私背が低かったんですよね。で、ちっちゃかったの。うん。で、同級生と一緒に駄菓子屋さんに行って、で、みんなで豚麺買ったんですよ。そしたら、他の友達はみんなお湯入れてもらえたのに、私だけおばちゃんから、あなたダメって言われたんですよ。で、えみたいな。え、どうしてですかって言ったら、え、危ないから、みたいな。お湯、お湯が、熱いお湯がかかったら危ないから、あなたはダメよって言われたんですよ。でも、私の同級生たちはお湯入れてもらってるのに、私だけ食べられないって納得いかないから。そう。で、私がおばちゃんに、「え、ちょっと待ってください。私も同級生なんですけど」みたいな。「あの子たちと私、同じ年ですよ。背は低いかもしれないけど、私も入れてください、お湯」ってお願いしたんですね。そしたらおばちゃんが、「あ、同級生なの？あ、そう。わかった。じゃあお湯入れてあげるから、ただ気をつけるんだよ。絶対にこぼさないでね」って、すごい、なんか、言われて、そう。それでお湯を入れてもらったっていう、そういった記憶がありますね。うん。そう。これもまた懐かしい思い出です。はい、今日はですね、私が子供の頃によく食べていた、思い出の駄菓子についてお話ししました。いかがでしたか？
今回ね、その柴又の駄菓子屋さんでは、よっちゃんイカと豚麺と、あとポテトフライを買いましたね。うん。で、久しぶりに食べたので、もうすっごい懐かしかったし、やっぱり大人になってから食べても、やっぱり美味しいなって思いましたね。皆さんも子供の頃によく食べていた駄菓子何かありますかね？もしあればぜひコメント欄で教えてください。はい、それでは本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。